夜の駅前や暗い歩道の端で、カーテンの隙間から白い光を漏らしている、そんな照明写真機を見かけたとき、なぜか少し視線をそらしたくなったり、早く通り過ぎたくなったりしませんか？誰もいないのにそこだけが白く明るく、自分を待っているかのように、静まり返っている空間。私たちがそこに覚えてしまう。説明しにくい心細さの正体は何なのでしょうか。岩観光察ラジオへようこそ。今回は深夜の照明写真機が放つ、あの独特な光と静けさについて、皆さんと一緒に考えていきましょう。昼間は何の変哲もない日常の設備です。駅の改札を出たところや、スーパーの駐車場の片隅、あるいは古い商店街の入り口などに、ポツンと置かれている四角いボックス、履歴書や免許証の写真を撮るために、多くの人が日常的に利用する場所です。しかし太陽が沈み、街の活動が静かになっていくにつれて、この機械は全く別の顔を見せ始めます。周囲の店舗がシャッターを閉め、街灯の届かない暗がりが増える中で、照明写真機だけが青白い蛍光灯の光を放って、夜の景色の中に浮き上がっているのです。人が誰もいないのに、中からはかすかな機械音が聞こえたり、案内画面の液晶だけが冷たく光り続けていたりします。その様子を見て、私たちは何か特別な出来事を想像しているわけではありません。ただそこにある白い光と静かに動き続ける機械の気配が妙に気になるだけです。それなのに、なぜかあの白い光のそばを歩くとき、背中が少し寒くなるような、早く自分の車や家に戻りたくなるような感覚を覚えます。明るい場所は本来なら安心できるはずです。夜道の中でそこだけが照らされているなら、むしろ少し安心してもおかしくないはずなのに、なぜ私たちはその明るさに孤立を際立たせられてしまうのでしょうか。例えば、仕事や買い物の帰りに深夜の駅前を歩いている場面を思い浮かべてみてください。周囲のビルは電気が消え、人通りもほとんど途絶えています。そんな中に置かれた照明写真機は、まるでそこだけが切り取られたように、白く強い人工光を放っています。入り口を覆うプラスチックのカーテンは、少しだけめくれていて、中の無人空間が外の暗闇に映し出されています。中には誰も座っていないはずなのに、カーテンの隙間から漏れる光が、アスファルトの道路に白い四角形を作っている。その光を踏まないように、少し大回りして歩いてしまう。そんな経験はないでしょうか。近づいてみると、誰もいない室内から、一定のテンポで自動音声が流れてきます。画面にタッチしてください。という電子的な声が、静まり返った夜の空気に、妙に大きく響いているのです。機械だけが生きているようなその空間は、安全であるはずなのに、どこか近づきがたい圧迫感を持っています。さらに落ち着かないのは、その小さな無人の機械が、私たちを中へ迎え入れるために作られているという点です。自動販売機であれば、外からボタンを押すだけで終わりますが、照明写真機は、私たちがその白い光の箱の中に、体ごと入り込むことを求めてきます。夜の暗闇の中で、ポツンと口を開けて待っている、小さな白い部屋。自分からその中に入らなければ、写真は撮れません。しかし誰もいない夜の時間帯に、あのカーテンをめくって、中に足を踏み入れるには、少しだけ勇気が必要な気がします。純粋に、あの冷たい光に自分が照らされ、外の暗闇から少しだけ切り離されたように感じる、本能的な心細さがあるのです。考えてみると、
証明写真機という場所はかなり不思議な空間です。駅前やスーパーの端に置かれているのに、そこだけは街の流れから少し外れているように感じられます。カーテンの向こう側に入って私たちがカメラに向かうとき、それはただ写真を撮るだけの行為ではありません。そこで記録されるのは、旅行先で思い切り笑った顔でもなく、友人といる時の自然な表情でもありません。履歴書や免許証、あるいは何かの手続きのために使う身分を証明するための顔です。つまり証明写真機は自分らしい顔を残す場所ではなく、社会に提出できる顔を整えるための場所なのです。機械の音声指示に従って深く座り、顔の位置を画面の枠に合わせ、過度な表情を抑えて、決められた四角い枠の中に自分自身を収めていく。その作業自体はとても便利で当たり前のことですが、深夜に一人きりでそれを行っていると、どこか冷たく無機質なものに感じられます。明日の昼間に社会へ出すための自分を、夜の街角にある小さな白い箱の中でたった一人で準備している。その時間帯と目的のズレが、あの証明写真機をただの便利な設備ではなく、少し落ち着かない場所に見せているのかもしれません。ここからは一歩進んで、実際にその中に入ってしまった時の体感覚について掘り下げてみましょう。もしもあなたがどうしても夜間に写真が必要になり、あのカーテンを引いて中に入ったとします。その瞬間、外の街の音が急に遠くなります。布一枚で隔てられただけのはずなのに、車の走る音や遠くの電車の音がまるで壁の向こうに消えたかのようにこもって聞こえるようになるのです。代わりに室内に響き渡るのは、白すぎる蛍光灯が発するGというかすかな電子音と、自分の衣服が擦れる音、引いたカーテンが細かく揺れる音、そして椅子の高さを調節するために丸いシートを回す時のキリキリという音だけです。この急激な静けさの変化に、私たちは一瞬息を詰まらせてしまいます。狭い個室の中で自分だけの呼吸音が大きく感じられ、ここに長くいたくないという静かな焦りが胸の奥に生まれます。外にも中にも完全には安心できない境界の場所に、自分だけがその場に浮いているような、そんな感覚に包まれるのです。固定された椅子に深く腰掛け、正面のガラスと向き合います。証明写真機の正面にはレンズが隠されたハーフミラーがあり、画面には自分の姿が映し出されます。カーテンの向こうは暗闇ですが、室内は不自然なほど明るい、どこにも影が残らないほど明るい人工光が自分の顔の凹凸や一日の疲れを容赦なく照らし出します。撮影のカウントダウンが始まり、画面の指示に従ってレンズの奥を見つめるとき、ガラスに映る自分の視線と機械の中の視線がぴったりと重なります。その瞬間、画面に映っている自分の顔が一瞬だけ普段の自分とは違う見知らぬ誰かのように見えてくるのです。笑うこともなく無表情にレンズを見つめる自分自身の姿、それはまるで現実の日常から少しだけ外れてしまった自分なのに少し見慣れない顔をしています。機械の都合に合わせて無理に表情を作らされ、カウントダウンの数字によって自分の存在が四角い枠の中に整えられていくような奇妙な感覚。フラッシュがパシャリと光り、一瞬だけ目の前が真っ白になった時、強い現実感が急に目の前へ戻ってきます。早くこの白い光の外へ出て、いつもの暗闇に戻りたい。車の中に帰ってナビの到着予定時刻を見つめたり、明日の予定を思い出したりして、
いつもの日常の手触りを取り戻したい。そう強く願ってしまうのです。撮影が終わると、機械の底にある取り出し口から、ガサリと音を立てて、プリントされた写真が落ちてきます。まだ少し温かいその写真を受け取り、カーテンを引いて外へ出たとき、夜の空気の冷たさに、どこか救われるような気持ちになります。手元に残った写真に写っているのは、やはりどこか硬く、普段よりも遠く見える自分の顔です。この一連の体験の中で、私たちが感じていた不穏さの正体は、一体何だったのでしょうか。このような感覚は、証明写真機だけに限ったものではありません。深夜のパーキングエリアにある、無人の自動販売機コーナーや、閉店後の商業施設に残る、明るすぎる案内板にも、似たような落ち着かなさが、残っていることがあります。人がいないのに、光と音だけが動き続けている場所に立つと、私たちは自分の足音や呼吸の近さを急に意識してしまうのです。ただの便利な無人設備であるはずの場所が、夜になるとこれほどの落ち着かなさを生む理由について、ここでいくつかの仮説を立ててみましょう。まず大きいのは、先ほど触れた目的と時間帯のズレです。証明写真というのは本来、社会的な活動のために必要なものです。就職活動や免許の更新、手続きの申請など、すべては昼間の明るい社会で、自分が何者であるかを証明するために使われます。つまり証明写真機は、昼の社会の中で使われる設備なのです。それにもかかわらず、夜の誰もいない時間帯に、その設備だけが昼の明るさを維持して、ポツンと稼働している。この目的のズレが、私たちに現実感が薄れるような、奇妙な感覚を抱かせるのではないでしょうか。昼間の社会へ提出するための自分を、夜の孤独な空間で準備するという行為そのものが、私たちの地に足のついた感覚を、少しだけ揺さぶるのかもしれません。もう一つの理由は、あの強烈な白い光が持つ、隠れ場所のなさです。夜の暗闇は、私たちに静けさと同時に、周囲から見えなくなるという、ある種の安心感も与えてくれます。しかし証明写真機の中は、どこにも影が残らないほど明るい人工光で満たされています。あの狭いボックスに入ることは、夜の街の中で自分だけがスポットライトを浴びて、隠れる場所のない明るさの中に置かれることを意味します。周囲が無関心な暗闇だからこそ、その中に浮かぶ白い光の部屋は、私たちの孤独や心細さを必要以上にはっきりさせてしまうのです。誰も見ていないはずなのに、その明るさのせいで、周囲の世界から少しだけ離れたような、逆の孤独感を覚えてしまうのかもしれません。この落ち着かなさを一言で言うなら、街角の小さな白い空白なのかもしれません。それは日常のシステムの中にぽっかりと空いた誰のものでもない無人の空間です。昼間はシステムの一部として機能していても、夜になるとその機能だけが残って光と音だけを周囲に残し続ける。私たちはその無機質な空白に触れたとき、自分がいつもの現実から一歩外側へ踏み出してしまったような、説明のつかない不安を覚えるのです。証明写真機は、今も街のあちこちで、静かにカーテンを垂らしています。今夜あなたが家路に着くとき、あるいは深夜のコンビニへ向かう途中、薄暗い道端で、あの白い光を見かけるかもしれません。その時は、中を覗き込もうとするのではなく、ただ街の中に浮かぶ、小さな空白の存在を、そっと感じてみてください。私たちが普段見ている日常の景色は、ほんの少しの光の加減や
時間帯のずれによって簡単にその輪郭を崩してしまうのです。もしこの違和感がしばらく頭のどこかに残りそうなら、高評価やチャンネル登録で次の違和感にもお付き合いください。それではまた次の違和感でお会いしましょう。